工場の改善ってどんなことを実際やられてますでしょうか？はい。実はね、僕自身もですね、様々な改善手法を使って工場のですね、改善活動を実際やってったんですけれども、最終的にですね、到達した方法っていうのが実はね、あります。で、その方法を使って僕はですね、なんと工場のですね、利益をですね、数千万、プラスアルファしました。はい。この方法をですね、これからね、お話をちょっとしていこうかなと思いますんで、最後まで、動画をですね、見ていただければありがたいなと思います。はい。すいません。改めまして、こんにちは。小島淳と申します。はい。今日ね、テーマはですね、工場の改善、7つのステップということですね。要するに7段階にですね、ちょっとステップをね、分けさせていただきましたので、それをね、順番にちょっとね、トレースをしていきたいなと思います。はい。まずね、ファーストステップ。1個目ですね。1個目はですね、日報をデータ化するということです。はい。実はね、日報というね、現場で使われているこの日報というのは非常にね、重要なことがいっぱい書かれてるんですよ。ただですね、これ残念なことにですね、実にね、中小企業、小規模のですね、工場なんかですと、約 80% がですね、未だに手書きだって言うんですよ。僕もね、10年ほど前にですね、工場運営をしてたんで、その時も確かにアナログだったんですよ。手書きしてたんですね。ただ僕もですね、その当時はですね、やっぱどうやってデジタル化しようかって、実は悩んでた時期だったんですね。はい。それがですね、10年経ってですね、あれ、未だにそうなんだ、手書きだったんだと、結構実は驚いてたんですよ。はい。だからこそですね、まず最初にやらなければいけないのが、アナログ、手書きで書かれたですね、日報をデータ化してください。これが最初です。で、データ化するにあたってはですね、パソコンにですね、Excel ですとか、あと、スプレッドシートですね。こういうものを使って、データをですね、入力していくと。こういうふうなことをですね、まずね、ファーストステップでですね、やっていただきたいなと思います。はい。実際ですね、これをやらないとですね、その次のステップ2から先がですね、ほとんど何もできません。はい。だから必ずですね、データ入力をしてください。めんどくさいと思いますよ。めんどくさいと思いますけども、これ絶対必要なね、パターンになりますので、よろしくお願いします。あとね、実際にExcel っていう方がね、メジャーですけども、どちらかというと僕は今後を考えた時にはですね、スプレッドシートですね。これ Google のスプレッドシートですけども、こちらの方が今後ですね、データ解析をするにあたってはですね、こちらの方が僕はお勧めをしております。はい。ね、よろしくお願いします。はい。で、二つ目は何かっていうとですね、データからですね、今度はね、入力していただいたデータからですね、抽出していただく、データを抽出していただく必要があるんですよ。これ抽出をね、していただくのはですね、3つあります。3つです。もっとね、逆にちょっとね、細かく日報を書いていただいてるですね、会社さんであればですね、もっと細かいことをですね、抽出できますし、いろんなね、ことができるんですけども、ここで必要なのは、改善のね、テーマですんで、3つです。3つです。この3つがないとですね、改善活動にはつながりません。はい。まず1つ目で欲しいのはですね、材料の使用量です。各ね、工程でですね、やっぱ何かしら材料使ってると思うんですよ。で、実際その材料の使用量ですね。ここを抽出してくださいということですね。はい。だから材料の抽出をしてですね、どのくらいね、消費したのか、使ったのか。これをね、ここに書いてもらうという必要がありますね。ここで全部を抽出する。しかもね、ここの抽出した材料使用量というのは、商品ごとに全てまとめてください。ね、どんなものがあるかってね、結構その工程によって違いますけども、我々なんかね、やった時代ですと、例えばですね、プラスチックのですね、樹脂ペレットですね。ペレットを何グラム使いました。何キロ使いましたっていうのを記録として残す。ですとかね、塗料でしたら、何 cc、何キロ使ったかっていうのを記録として残すと。はい。こういうのはね、あと素材もそうですね。前工程からの素材もそうですよ。これ使った材料ですから。で、ね、消費した材料になりますから、これをじゃあどのくらい使ったのかというのも結構必要なものなんですね。あとね、忘れちゃいけないのは、段取りでもどのくらい、段取りでね、消費したものも必ずここにはですね、プラスアルファしていただきたいと思います。はい。これで結構重要な、ポイントです。はい。あと、次にですね、二つ目としてね、必要なのが、従業員のですね、実際作業をした時間ですね。これ商品ごとですね。各商品ごと、製品ごとの、従業員のですね、作業時間、総時間をここで計算してもらいます。で、どのくらいかかってこの製品をですね、作り上げたのかというのを、記録として残すってことですね。はい。で、次に、もう一個ね、三つ目で必要なのがですね、直行率ですね。
直行率自体はですね、データの中にですね、子孫っていうのはね、必ず入れてると思うんですよ。要するに各工程でこう不良がね、起こりましたっていうのが必ず多分ね、日報上書かれてると思うんですね。で、その書かれている情報をですね、すべて頭から、そのね、材料が入荷するところからですね、その商品がですね、出荷するまでの全体を直行率と言います。はい。この直行率を計算していただいて、ここで、商品ごとにですね、抽出してもらうということです。はい。だからこの3つのですね、データが必要になります。はい。これがですね、すべてやっぱ改善ポイントにつながりますので、必ずこのね、データを抽出していただきたいと思います。もしね、このデータが抽出できないようなね、日報であればですね、そこの日報の方を改善してください。その部分をですね、必ず付け加えるという必要が出てきます。はい。はい、次にですね、ステップ3ですね。はい、これね、管理数字に変更するということになります。管理数字はですね、何をね、求めるかっていうと、材料比率と加工比率というのをですね、抽出していきます。一般的にですね、要するにこれ、例えば材料比率っていうのはですね、何かっていうと、先ほどね、ステップ2で計算した材料の使用量ですね。この材料の使用量を元にしてですね、要するに費用換算、ここでしてもらいます。単価をかけていただければね、材料費に変わりますんで、その後ですね、実際、こう、抽出した材料費を、今度は、生産高で、要するに割ってあげると。それが何パーセントなのかということをね、出してもらう。一般的に言うと材料比率がこれでいくらなのか、どのくらいなんだろうかというのがね、わかるようになるわけですよ。はい。これで言うとね、ちょっとね、生産高の説明しなきゃいけないんですけど、生産高っていうのは、売上に対してですね、プラス、要するに在庫のね、増減を足したものになります。はい。で、その月全体でですね、どのくらいそのね、生産活動にかかった価値を上げたかっていうね、こう、表現になりますんで、こういったね、ちょっとここはですね、細かい説明はちょっと省かせていただきますけども、そういったものと比較をするということですね。はい。これでね、20%、30%、50%とかそういう数字がですね、ここに出てきます。はい。で、同様にですね、加工比率というところもですね、計算します。加工比率はね、どちらかというと、作業者のですね、時間ですね。作業時間から、抽出します。これは、総人件費ですね。総人件費の中をですね、作業時間で暗分させるんですけれども、ここで言ってるこう総人件費っていうのはあくまでも変動率です。変動固定費。変動固定費ってちょっと言い方がおかしいかな。変動人件費か。ごめんなさい。変動人件費ですね。はい。に当たります。固定人件費と変動人件費というのがですね、分けていただくことがあるんですけれども、僕はどちらかというと、変動人件費という方を使います。これを使ってですね、実際ね、工程がどのくらいのですね、作業時間で、やってるかっていうことからですね、実際のですね、かかってる人件費を抽出します。はい。これによってですね、同じように、人件費比率、加工比率って言ってますけども、このね、費用が、算出できます。はい。これを次のところでですね、ちょっと比較検討するんですけども、はい。これをね、まず出してもらうということがね、非常にこう重要な、ポイントになります。はい。じゃあ次はですね、ステップ4ですね。はい。ステップ4はですね、何かっていうと、これね、予定原価と今さっき出したステップ3で出した、要するに管理数字ですね。管理数字と、これ実原価になるんですけども、と、比較していただくという必要があります。で、この2つを比較することによってですね、実際ね、工程が予定通り動いてるのかと、ね、儲かってるのか損をしてるのかっていうのがね、はっきりわかるわけですよ。で、ここで予定原価って何かっていうと、見積もりですよ。ね、多分いろんなお客様と取引すると思うんですけども、必ず見積もり書って作りますよね。見積もり書を作るってことはですね、必ず予定原価って作ってると思うんですよ。で、作ってなかったら、何もベースないんですかって僕なんか言いたくなるんですけども、ね、必ずその予定原価って多分あると思うんですよ。その予定原価の材料費の欄、ね、人件費の欄、ここの部分が、実際ですね、どのくらいの費用でこうね、構成されてるかっていうのはね、ここで抽出します。だから材料費と販売価格の比ですね。と、あと今回ね、抽出したステップ3で抽出した、材料比率。これを比較します。はい、比較します。比較して、当初の、要するに見積もりを作った時の予定原価よりも、実原価が低かったら問題ないんですよ。ね、問題ないんですよ。でも、
高かったらですね、これは改善をしなきゃいけないよねっていうもう印なんですよ。だからこれが改善ポイントなんですよ。はい。同様にですね、今度は加工比率もそうですよ。ね、こちらのね、予定原価上の人件費がですね、どうかっていう問題はあるんですけども、これと比較をしたときにですね、実原価の方がね、高かった。っていう場合はですね、何かしら改善をしなきゃいけない。っていうことになるわけですよ。で、もう一つね、3つ目のね、ものとしては、今度はですね、ステップ2で出した直行率を使います。で、直行率とですね、今度は予定原価を計算したときに、やっぱり多分良品率というのも計算必ずしてるはずなんですよ。ね。それの比較をします。そうしたときに、ね、実原価の方が低ければ問題ないですよ。これがね、オーバーしてたら、もう、やっぱ改善の余地があるよね。っていうことになるわけですよね。はい。ここがね、すごく大事な、ポイントになります。だからこれによってですね、問題点がここで抽出ができるわけですよ。材料に問題があるのか、ね、加工費に問題があるのか、しかも、それともね、実際は、不良率で問題があるのか。この3つの選択肢がね、出てきます。どれかしかないんですよ。工場の問題っていうのはですね、大体この3つのどれかにね、集約されます。まあ、大体ね、こう、不良率が多いというのは、材料費とかです、加工費にも影響してくるんですけども、まあ、そのためね、次の工程で実際ね、こう、実行するわけですよ。実行するというか改善のね、案をこう考えるわけですよ。で、案を考えたときに、じゃあ何が問題なんだろうかっていうね、やっぱり見ていかなければいけないわけですよ。その時にやっぱり一番最初にですね、やっぱ考えなきゃいけないのは、やっぱり良品率なんですよ。ね。直行率というところを、数字をですね、やっぱりね、こう、しっかりと見なきゃいけないんですよ。これがですね、要するに予定よりも、悪いと。どうしようもないと。まあそういうことをですね、最初にやっぱ見なければいけませんよね。はい。そうした時にね、何が問題があるのかということも全体的にまあ分析をしなければいけないってことがあります。はい。で、実際ね、まあやっていただくのはどちらかというとね、不良率は結果なんで、どちらかというと実際改善するのは、例えば材料費ですとか、加工費のところっていうことにね、多分なると思うんですけども、まあ順番的にはまずこう不良率のね、直行率の問題をまあ対策をしましょうという計画をまずね、一番最初にこう考えるんですけども、で、その次にですね、やっぱ見るべきポイントというのはやっぱ材料費ですね。はい。材料費の場合、中身として見なければいけないのがですね、多分無駄ですね。一番最初はですね、無駄遣いしてませんかっていうところをやっぱね、注目する必要があります。無駄遣いってね、何かっていうと、生産がね、例えば終わった時にですね、材料が余ってませんか、この部分をですね、見ていただければですね、無駄を捨てるっていうのがね、まずわかると思うんですよ。要するに余らせてしまう。そうすると購入に対するですね、材料購入のところに問題があるよねっていうことなんですよ。よくね、僕なんかもありましたよ。未開封の材料がね、余らせてしまうっていうのは本当にね、僕もかなりですね、怒り心頭というかですね、現場に対してはやっぱ言ってた方なんですけども、余らせてしまうなら買うなよということなんですよ。それだけで材料比率下がるわけですよ。ね、現場は何も動いてないんですけども、実際材料が余ってしまうっていうのは購入の仕方に問題があるよということですんでね。はい。そこはまず一つ目ですね。その後やらなきゃいけないのがやっぱ段買いですよ。段取り買い。段取り買いっていうのもですね、意外と材料とかですね、人件費を消費してしまうものなんですね。だからこの段取り買いをですね、いかに短く、いかに少なくさせるかってことも、結構ね、重要なポイントになります。この部分をですね、やっぱり力を入れるということはね、本当に大事な部分なんですよ。実際ね、こう、工程をいじりたくなるんですけども、この工程を本当にいじるのは最後の最後の最後の最後です。本当に最後です。いじらないです。基本的に僕の考えはそうです。実際の実工程の部分はほぼいじりません。で、いじるところはあくまでもその以外のところです。その以外のところがかなりね、手を加えた方が大きくね、動きますので、実際やる必要はね、あるかなと思ってます。はい。あとですね、その次にね、やっぱ考えなきゃいけないのは人件費ですよ。人件費のところはですね、ちょっとね、実際こうね、例えば先ほどのですね、ステップ4でこう計算をしてですね、比較して、人件費がちょっと高いよと、予定より高くなったと言ってもですね、ちょっともう一段階ですね、冷静にちょっと、確認をしなきゃいけない部分があるわけですよ。何かっていうと、それはね、全体のですね、こう作業時間とですね、実際の勤務時間、ここをですね、やっぱ集計を取って比較をしていただきたいんですよ。その時に、実際の勤務時間に対して、
大体そうですね、比較をしたときに、60から70ぐらいであれば、僕は標準かなと思ってます。はい。こういう比較をしたデータがね、ちょっと数多くないんで、ちょっとまだまだですね、ちょっと調べる必要があるんですけど、大体標準としては60から70がですね、いいところじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、めちゃくちゃですね、この人員計画をしっかりした会社さんであればですね、ここの比率がですね、80を超えます。だから我々なんかは80超えてました。はい。で、そのぐらい結構真剣にやってましたんで、その結果ですね、かなりのその人員削減っていうのが可能です。同じ仕事をしているのに、実際ですね、同じ売り上げで同じ仕事をしているのに、昔は例えば50人必要だったのが30人ぐらいで済むようになったよってことなんですよ。で、そのぐらいパワフルなですね、こう結果がね、生まれますので、この辺はね、本当に重要なポイントなんじゃないかなというふうにね、思ってます。はい。で、逆にね、これが50% を切ってると言ったときはかなり危ないです。会社としては問題があります。というのは、この 50% 切ってるこの数字何かっていうと、実際働いてる時間なんで、働いてると勤務時間に対して実際仕事をしてる、お金になる仕事をしてる時間の割合なんですよ。ってことは 50% 割ってるってことは、ね、コストがですね、例えば変な話ね、倍以上かかってるってことですよ。ね、単純に半分の人数でできる仕事を2倍の人数でやってますよって言ってる意味なんですよ。だから経営者にとっては、これね、聞いた瞬間びっくりすると思うんですよ。というのは現場見てもみんなね、遊んでるようには見えないんですよ。実際僕もですね、工場運営した時に本当にそうだったんですよ。計算すると 30% ぐらいしかなかったんですよ。でもみんなね、別に遊んでるように見えないんですよ。現場を見ても。そういうものなんですよ。だからね、これ本当にびっくりしますよ。みんな遊んでないな。見ててもな、みんな一生懸命なんかやってるよな。でもお金になる仕事をやってないんですよ。3割ぐらいしかやってないんですよ。これが実際なんですよ。ね。だからこそですね、人員削減できるよと。ね。50% 切ってるなら半分の人数でできるはずなんですよ。そこまでは実際いかないんですけども、本当はね。ただ、そのぐらい人員がですね、無駄な人員が多いよと。そういうことによって人員のね、加工費というものが、1個あたりの加工費がですね、上がってしまってるんですよ。だからそこをやっぱ改善しないと、本当にね、問題がある加工なのかっていうのがわからないんで、そこを先にね、見ていただく必要があるのかなというね、ことがあります。はい。で、実際ですね、最後にですね、この改善案の一つとして、値上げというのもですね、やっぱ考慮してくださいということです。これがね、いろんなこう改善のですね、内容になります。はい。で、これ実際ですね、ステップ6で実行するというね、話をします。これ実際ですね、これ実行するときに注意をしなければいけないのが、全部やれっていうことは言ってません。僕はね。全部やれとは言いません。っていうのは何かっていうと、影響度の高いところから行こうよというのが前提条件なんですよ。はい。やっぱ影響度の高いところから順番にやって改善活動を進めていくというのが僕は基本です。この影響度というのは何かっていうと、要するに利益につながるかどうかです。ね、やってもそれほど変わらないんであれば、やる必要はないです。はっきり言うと。ただ、影響度が高いね、その作業をやればですね、数百万のですね、改善効果を生むよって言ったら、すぐやってくださいということなんですよ。ここ結構ね、大事なポイントなんですよ。っていうのはね、何を言わんとしてるかって、例えば、昔ね、調べたことあるんですけども、例えば QC サークル活動って大体3ヶ月スパンで改善活動やりますよね。はい。これって、内部でやってるんで、あんまりコスト計算をね、考えてる人ってあんまりいないと思うんですけど、僕コスト計算したんですよ。その時に QC サークルでね、5人、5、6人集まって、なんとなくですね、改善活動をして3ヶ月後にですね、発表まで至るということをですね、原価計算したらですね、大体ですね、10万円ちょっとぐらいかかるんですよ。ね、外には出してませんよ。外に出してませんけど、彼らのね、給与で、その時間をですね、そのためにですね、活用するっていうことになると10万円ぐらいかかってるわけですよ。それ出てきた結果はですね、1万円とかね、2万円だったらですね、やる必要ないんじゃないっていうのが僕の考えなんですよ。やっぱり少なくともですね、10万円以上の、ね、例えば原価低減、ね、コストダウンがですね、つながるんならいいんですよ。つながらなかったら意味がないってことですよ。ね、やる必要ないんじゃないっていうようなね、僕はそう考え方なんで、やっぱまずはね、そのぐらいの、やっぱり大きな改善効果を生まないものはですね、あまり手をつけない方がいいかなということです。逆に、これが数百万とかですね、本当に数千万になるんであればですね、すぐやろうよと。こういうことですよ。はい。
こういうね、限界意識っていうのを持っていただく必要があるのかなというふうに思ってます。あとですね、最後にね、もう一つあるのは、お客さんへのですね、先ほどね、ちょっとお話ししたけど、値上げですね。ここはやっぱ細心の注意が必要だと思います。というのはね、単に、ここの部品がですね、赤字だから値上げしてよっていうね、かなりぶっきらぼうなね、言い方っていうのはちょっとね、やっぱ取引に影響を及ぼしてしまいますので、なかなかこれはですね、僕はあんまりお勧めいたしません。何をね、言ってるかっていうと、やっぱりね、そのお客さんとどのくらい取引をしてるかっていうのを考えてほしいわけですよ。で、赤字だからですね、例えば値上げしてくれ、値上げをね、受けてくれないんだったら、例えばこの商品はお返ししますよ。っていうね、流れになった時に、じゃあ他のね、もともとね、利益が出たと思われる商品も全部引き上げますよと。こういう可能性があるんですよ。実際ね、こういうことを、やってしまった会社さんって僕2件ぐらい知ってるんですよ。取引したところで。で、そこの会社、本当にね、言ってたんですよ。そのね、お客さんにお返しする前に、うちはね、例えばこの部署は赤字なんで、返すんですと。だからもっと経営をね、良くするために、この商品、こちらの仕事だけをですね、特化しますと。そういうことを僕に言ってたわけですよ。もちろんその取引の内容は僕とは全然違う会社さんだったんで、そうですかと聞いてたわけですよ。そしたらね、もう2ヶ月か3ヶ月後かな、潰れちゃったんですよ。原因としてはそのね、赤字部品を返したことで全部引き上げられたんですよ。そのお客さんからもらってた仕事っていうのは。そういうこともあるんですよ。現実的に。だから僕はね、やっぱり細心の注意を払ってくださいっていうのもあります。はい。で、実際ね、僕が運営してた工場のある部品がですね、正直言うと、月にですね、1万品番ぐらい出る、要するに仕事なんですけども、実にですね、ちゃんと計算してみたらですね、5割ぐらいの商品がですね、大赤字なんですよ。赤字なんですよ。実際言うと。でもそのお客さんとは、永続的に取引はしてるんですね。というのは、全体で黒字だからなんですよ。要するにある特定のね、材料を元にしてやってますんで、その中のですね、要するに部品、半分ぐらいの部品っていうのが実際赤字なんですけども、要するに全体を通せばですね、黒字なわけですよ。だから僕はいいかなと。ただし、ここで注意をしなきゃいけないのは、これからは、値下げ要求が来ても、答えられませんね、ということなんですよ。ね、大体一律で値下げしてよって言われるパターンって多いわけですよ。だからそういうパターンっていうのは、やっぱなしだよっていうのは、こちらがですね、やっぱ認識しとかなきゃいけない部分なんですね。いやいや、これは無理ですよと。ね、そんな値下げなんて、ね、不可能ですと。そういう話をやっぱ継続的に言っていくしかないんですね。自動車なんか特にそうですよね。毎年毎年ね、値下げ要求ってきますから、なんか10年も経ったらゼロじゃねえのと、原価ゼロになるよと、言いたくなるようなね、値下げ要求って聞きますんで、そういったね、話がやっぱありますので、やっぱ原価計算ってきっちりね、日々やっておかなければいけないポイントかなと、僕なんかね、思います。はい。だからこれね、この辺も、どういうことをですね、実際ね、計画はしてもですね、実行するかどうかっていうのは、ここでですね、もう一回トレースをするという必要がね、あると思います。はい。で、次、7番目ですね、ステップ7。ステップ7はですね、これは今までやった内容をですね、すべてマニュアル化するってことです。はい。ね、マニュアルにして、僕はデジタル保管っていうのをしてましたけども、マニュアル化して、従業員ですね、やっぱ徹底してもらうってことなんですよ。で、最初に言ったみたいにですね、例えばお客さん、例えばそうですね、どうですね、仕入れ先さんとですね、価格交渉したらね、この値段で合意しましたっていう書類を出すっていうのも一つですし、対ね、お客さんに対してもですね、やっぱり価格交渉したらですね、いつからこうなりますからよろしくお願いしますねっていうのを入れていただくのも一つです。あとね、一番重要なのは、やっぱりね、従業員のですね、やっぱ人員計画ですね。人員計画なんかはですね、非常にコストダウンの影響力が高いんで、必ずね、やる内容だと思いますけれども、ここもですね、やっぱルール付けをしてですね、どういうふうに皆さんがですね、やっていただくっていうことをですね、決めると。ね、マニュアル化してですね、こういうふうに進めるんだよということをですね、みんなに知ってもらう必要があるわけですよ。このね、7つ目のね、ポイントをします。で、これ7つで別に終わりじゃないですから。ね、ここまでやって大変じゃんって思ってもですね、これで終わりじゃないです。また1に戻ります。これを繰り返しやるんですよ。これ実はですね、何を言ってたかっていうと、PDCA を回してたんですよ。単純にね。ちょっと順番違いますけどね。CA から始まってますけれども、だからチェック、アクション、プラン、ドゥという形で動いていくわけですよ。で、基本的には、7番目のね、ところが P になりますかね。はい。で、日報とかデータのね、データ化するっていう、データをね、作ってる、この中に入ってませんけど、do がこのね、中に、外にあります。
はい。実際チェックアクションの中、チェックアクション、ね、プランまで来て、で、do はこのね、改善の中には入ってませんけども、実際現場で作業すると。こういう内容になってますんで、この PDC を回してるわけですよ。これがやっぱね、工場にとっては非常に必要です。で、聞いてるとですね、めちゃくちゃめんどくせえなと。思われるかもしれませんけど、これをやることによってですね、大幅なですね、人件費削減ですとか、材料費の削減っていうのは本当にできます。騙されたと思ってですね、実際やっていただくとですね、本当改善につながりますので、ぜひね、やっていただきたいと思います。はい。もしね、もっと細かいことを知りたい、どういうふうにやればですね、こう導入ができるのかって知りたいのであればですね、もう僕が運営をしているですね、講座の方にね、参加していただければ、あなたのですね、力になるかと思いますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。いかがだったでしょうか。またね、この動画をですね、気に入っていただいたらですね、いいね、もしくはですね、チャンネル登録とお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。